皆様おはようございます。株式会社山口の代表取締役の山口淳と申します。本日はお集まりいただきありがとうございます。ではですね、まずはじめに、今回のケアウェアジャパンの趣旨とその大前提であるデンマークにおける介護事業者主導による福祉機器選定の取り組みについてご説明いたしたいと思います。まず私の自己紹介なんですけれども、私はずっと日本とデンマークとですね、福祉機器の評価と福祉機器の効果検証について取り組んでおりまして、国立障害者リハビリテーションセンター研究所や産業技術総合研究所のですね、福祉機器介護ロボットのチームでいろいろ研究を行っていたのですが、世の中である機器が良いかどうかをどう判断すればよいのかと、またある機器が良いかどうかに加えて、その機器をどう活用すべきなのか、買うべきなのかどうなのかということについて明確な答えがないという疑問に当たりましたので、福祉機器の活用が進んでいると言われているデンマークのダニッシュテクノロジカルインスティテュートに行きまして、そちらで実際にデンマークで何が行われているかということを学びました。今年になりまして、その後独立をして民間企業としまして、デンマークにおける福祉機器の選定の事例や実態、ノウハウを日本の国内の福祉事業者の皆様に普及させるための活動をしております。はい、福祉機器についてなんですけれども、こちら、公益財団法人テクノエイド協会さんの、タイスコードにあった福祉用具情報システムですね。公的に登録されている福祉用具が検索できるシステムなんですけれども、こちらで例えばなんですけれども、現在福祉用具貸与の項目になっている認知症老人徘徊検知器、ベッド用のセンサーですね、モニタリングセンサー、ベッド用のマットレスセンサーなどを検索しますと、こちら下にあるんですけども、429件ヒットするわけですね。こちら429件の製品、バージョン違いなどもあるんですが、これを全部見ようとするとですね、例えば1件に対しては1分だけしか費やせなかったとしても7時間かかるわけです。ですから、その中から選別をしてかつ一つ一つ検討しようとするともう膨大な時間がかかると。つまり、皆さんが良いソリューションに当たるかどうかというのがかなりもう運によるところが大きいと。現実的に、良いソリューションがあったとして皆さんがそれを見つけることがほぼ不可能になっていると。と言いますのも、いろんなメーカーさんがご自身で開発した製品が良かれと思っていろいろと発表されています。で、公的な機関もそういったもの、福祉企業の活用を推進するためにどんな情報を提供します。またメディアもその活用を進むためにいろいろと事例を報告します。こういう事例がありました、こういう効果が確認されました。でもどんどん情報が増えていくんですね。そしてこれは今後も増えるわけです。新しいテクノロジーが増えるたびに出ていきます。というと情報が氾濫していてもう選ぶことができなくなってしまうんですね。たとえ今現在自分に合ったソリューションが存在していたとしても、もはやそれにたどり着くことが、自分がそれの情報を確認して買うという決断をするまでにかかるコストがほぼもう無限大になってしまっている。しかもそれは個々の事業者さん次第になっていると。ここで私がデンマークはどうしているのかということを、これが日本にも応用できるのではないかと思いましたので、ちょっと紹介させていただきます。デンマークというのはですね、人口が600万人くらいの小さな国なんですけれども、高齢化率が 20% で日本よりは少し低いんですけれども、だいぶ高齢化が進んでいます。2007年にですね、自治体の改革がありまして、全国で98基礎自治体、市ができました。介護サービスは国ではなくて、まだ民間でもなくて各市がですね、自身の予算と裁量で行う最終責任を持つということになりました。ですので、言ってしまえば、デンマークには98の公営の介護事業者が存在すると、福祉事業者が存在するということになります。でですね、彼らが、限られた国から分配される予算の中で、自らの市民に対して介護サービスを提供するために、率先して福祉機器の利用とその選別を行っています。その選別に関してもですね、彼らが独自にやっていたらとても手が追いつかないということで、自治体間で組合を作りました。その組合の中で個別の各市が、それぞれ
いろいろな福祉機器を試してですね、その結果を共有するんですね。実際に使ってみて良かった、あるいは良くなかった、試した結果使うことにした、あるいは使うのをやめた、今まで使っていたけれども使うのをやめたといったことを、横のつながりでもう全てもう赤裸々に公開しているんですね。デンマークというのは小さな国でして、車で4時間もあれば全国の端から端まで行けるということがあって、年に数回全自治体の福祉課の人間が集まったり、あるいは民間のサービスなどを通じて彼らが情報交換をしています。つまり口コミがあるんですね。口コミと評判があると。ですので彼らは基本的によその自治体で使っているものからものを選ぶんです。でいろんなメーカーが、製品の情報をアピールしますけれども、まずどこで使ってるんですかと、使っているところを見せてくださいと、それ以外のものはまず検討もする余裕もありませんといったようなことをやっています。でこちらがその取り組みの一環なんですけれども、これは全国自治体連合が、作っている、福祉機器事例マップですね。解決したい課題ですとか、どんな福祉機器なのかという分類を検索すると、そこのどんな事例があるのかということが、それ情報がすべて使っている事例が一覧として表示されます。これ一つ一つ見ると、そこに対して、その機器が例えば職員の、労働環境の改善に対して役立ったかどうか、あるいはサービスを受ける人のサービスの質に関係したかどうか、あるいは、資源、お金や時間などの資源の削減に活用したかどうかということが、簡単な点数付けをされたり、実際に担当した人の所感と、あと連絡先ということがあって、直接評判が聞けるようになっています。こちらは、彼らの組合の比較的公的な取り組みなんですが、その中でもですね、デンマークでもこの福祉機器の検証を中心的に率先して行っている大きな都市、首都であるコペンハーゲン市と第2の都市であるオーフス市が、自らがどんどん財政に余裕がありますので、積極的に良さそうな機器を試して、その情報を発信するという活動を行っています。そしてこのケアウェアというのはオーフス市が主催しているイベントでして、テーマを決めます。各自今年はこのテーマ、こういった目的の製品といって、でメーカー側にですね、同じようなフォーマットでその製品ではなくて、その製品を使ってどうなったかという事例を説明してくださいというふうにやって、で来場者の方が皆さんグループになってですね、あるテーマに対して解決されるソリューションの提案をそれぞれ一つずつ順番に見て比較しながら検討することができると。各企業が自身の自社製品のアピールポイントを自由にランダムにやるのではなくて、見る方が時間を節約して一度に順番に見られるようにといった取り組みです。それをこちら今回日本でも初めてやってみようと思いましたので、あのようにいくつか同じ、今回は介護事業者の従業員の業務改善というテーマでいくつかのソリューションを展示していただくことになっています。またこの情報交換が行われていることと評価や選別が行われているのがデンマークの特徴なんですけれども、デンマークで、いくつもの評価プロジェクトに関わったダニッシュテクノロジカルインスティテュートデンマーク技術研究所がですね、一見使えると思った福祉機器が実際に現場に導入されるとあまり使えなかった、あるいは問題が発生して使うのをやめてしまったといった問題を分析してですね、何を事前に確認しなければならないのか、一体買う前にあるいは買ってテストをする段階で何を注意しなければならないかということを、これまでの経験から、4分野に分けて、まとめたものがこちらの ATAT という考え方になります。こちら右上が機器、ソリューションなんですけれども、どうしても評価をするときにですね、その福祉機器やソリューションの良いところ、効果、例えばリハビリの効果があるですとか、負荷が減るですとか、時間が削減できるとか、そういったところのみをテストしたり、そこだけを聞いて、実際のテスト導入や導入を検討してしまうのですが、それはあくまで検討すべき項目の4分の1でしかないと。それと同じぐらいに、例えばそれがユーザーさんが嫌がるのはどんな人がいるのか、使える人と使えないユーザーさんは自分たちのところにどれぐらいいるのか、またユーザーさんには直接関係がないと思った管理ソフトでも、ひょっとしたらそれがユーザーさんに何かしらメリットデメリットをもたらすかもしれないということ、また左上にある福祉事業者組織の部分ですね、
これが使うの、仕事なのだから従業員がそれを使うべきといったことではなくて、それを導入することに対して従業員は仕事のやり方を変えなければならないと、あるいは新しいことを学ばなければならない、これまでのやり方を変えなければならない、そこに対する従業員のモチベーションや態度はどうなのか、従業員はそこを理解してくれるのかどうか、管理者はそれを説明できるのかどうかといったこと、また右下のお金に関しても単純な費用とかではなくて副次的な効果があるかもしれないと。直接は何か時間が削減になることを期待しているわけではないけれども、事故が未然に防げるですとか、あるいは入院が防げるようになるといったことがあるかもしれない。これをですね、まず購入する前に、あるいは検討する段階で自分たちで洗い出しをしておくと。そしてテストをする際、あるいは物を見に行く際はこの検討項目を確認するためにテストをするということです。で1個事例なんですけど、こちらはフロアセンサーですね。床全体にマットレスでセンサーを入れてしまうと、そうすると、個室で生活をしていらっしゃる高齢者の方の、動き回っている様子、部屋のどこにいるか、歩いているのか座っているのか、あるいは歩幅なんかも見えますので、転倒も検知しますけれども、転倒しそうかどうかとかいったことも分かる製品なんですね。でこれを検討する前にですね、じゃあ検討するテストをするときに何を考えなければならないのかということを、このようにまず洗い出したわけです。例えばこの、使いやすさなんですけども、これスーパーユーザーというのは、右上にあるスーパーユーザーというのはそういった製品にものすごく慣れた人、何かそれを普及するために情報発信をしてくれる人、良さを伝えてくれる人なんですけども、そういった人を生み出すことはできるのかどうか、インターフェース使いやすさはどうなのか、データは何に使えるのかどうか、あとは例えばセンサーですので、過度のコールはどれぐらい起こるのかどうかとか、そもそもモニタリングすること、どこにいるかを、監視するということはどこまでが許されるのかどうかとか、そういったことをまたサプライヤーですね、販売業者はどこまでサポートをしてくれるのか、こういったことはまず製品自体に関してもこういったことをまず確認しなければならないということです。で左上の、組織ですね、経営に関してなんですけど、まず、各施設の経営層はこれの利用に対してどれだけのサポートをしなければならないのか、これを使った場合、実際の職員はワークフローをどの程度変更する必要があるのだろうか、一体どれぐらいの経験や練習を積めば使えるようになるのかどうか、またこれを使うことで、肉体的精神的にプラスの影響があるのか、あるいはマイナスの影響があるのか、また職員にとってスーパーユーザーがどれだけ必要なのかどうか、またこれを使うことで、職員間や、立場の間の対立などが減るのかどうか、こういったことは要確認事項であると。また同じように左下にも職員の居住者の方にとって、安全性やプライバシー、また明確に嫌がる人はどんな人かですとか、あとは、右下の費用に関してなんですけども、オペレーションの変更は一体どんなことが起きるのか、またトレーニングにかかる費用は何なのか、これで、転倒しそうな人を事前に検知してリハビリテーションを行うことで、本当にそれで、予防ができた場合にどれぐらいのコストが、予想できるのか、こういったことを確認する必要があると。でこういったことは実際に確認するためのテストの方法を考えて、そもそもじゃあこのテストは現実的に可能かということも考えて、テスト購入するかどうかも決めると。でテストをした上で、さらにそのテストは1日や1週間1週間のテストではそうだったけれども、実際のオペレーションで2ヶ月使った場合はまた別の問題が出てくるかもしれないということを、常にこれを確認しながら、何を確認しなければならないのかということを振り返るためのものです。でこれを、使っているコペンハーゲン市が福祉機器を選定していく流れなんですけれども、こちらのようになってまして、まずアイデアというのがですね、現状の課題とかある製品ですね、売っている製品というのはあくまでアイデアであると。でそれを使って実際に我々が検討する価値があるだろうかということをゼロ次検証というんですが、これはいわゆる話し合いですね。スタッフ間が資料をもとに実際どうなのか、これはもう物を見に行ったりデモを体験するしたり価値があるのかどうかと同時に、どんな仮説が考えられるかと、一つ前のスライドのようなことをやります。その上で、たくさんある製品の中で実際に検討すべきかどうかを見ます。で一次検証というのが、デモですね。デモであったりとか、実際の、教室に持ち込んでテストをしてみたり、あるいは短期間1日1週間使ってみたりということが、一次検証です。で一次検証でも、問題が
十分に確認できたと、課題が検討できたということであれば、二次検証で実際のオペレーションの中で使ってみるということをやります。で実際のオペレーションの中でどんな問題があったを確認して、最終的にその結果をもとにどんなメリットがあるのか、支払わなければならないコストやデメリットは何か、これを明らかにして、どれぐらいの予算が必要になるかということを申請して上の判断を待つというのがコペンハーゲンのやり方です。これをですね、デンマークでは各自治体同士で行っていますので、たくさんある福祉機器の選択を各自治体が行って、その情報を横に流すということで、いろんな製品、特にデンマークですとヨーロッパ中の製品が購入可能になりますので、有望そうなものをどんどん絞り込んでいくという形になっています。で本日皆さんにお配りした資料はですね、ATAT の簡易的なワークシートという形になっているんですけれども、これも皆さんがこういった考え方をちょっと体験していただくというためのものですね。実際はもっと時間をかけてやるんですけれども、例えばじゃあ1時間をかけてやるためにどれぐらい時間をかけるのかということなので、今回10分各ブースのお話を聞いてもらって5分間質疑応答します。ですからその段階でちょっとメモを取ってもらうと、それぞれの各グループ、各カテゴリーの項目が丸、三角、×でもいいです。ちょっといいと思った、悪いと思ったぐらいのところでもいいのです。まず10分あるいは5分かけて、そもそも1時間話を聞く価値があるのかどうか、1時間考えてみて、じゃあ1日話を聞く価値があるかどうか、1日デモを体験して、じゃあ実際に借りてみる価値があるかどうか、このようにして選択するためのコストですね、それを削減していかないことには、どんどんその無謀な賭けの連続になってしまいます。ですので、このような形を今私が日本に提案をしておりまして、各介護事業者さんがですね、このような形で、微妙な違いはあれども同じような視点でものを見て、それぞれの評判といったものや印象をですね、みんなでシェアすることで、日本でも介護機器の選定というものがスムーズに進めれば良いなと思っております。ですのでよろしければ今回皆さん実際に製品を見て、これの考え方を体験していただきたいと思います。ありがとうございました。